こんにちは、池上俊二と申します。私は6年前に離婚しまして、娘が一人いるんですが、娘と会えなくなって、それどころか元妻の兄に裁判をされてまして、もうとんでもない話です。もう嘘ばっかりです。あることないこといろいろ言われて、最初は調停だったんだけども、離婚する前に私と元妻のお父さんと一緒にお金を半分ずつ出してマンションを買ったんです。それでそのマンションの共有をしてたんです。2分の1ずつの持ち分権で、元妻のお父さんと私が、賃貸マンション 8軒入った賃貸マンションの共有をして、それで家賃収入とかを半分にしてやってたんですけれども、その元妻のお父さんが亡くなって、で今その元妻のお父さんの持ち分だった2分の1の持ち分権は元妻の兄に行っています。それで元妻の兄が言うには池上は管理人としてふさわしくないと、いろいろ修繕しないといけないのに修繕をしない、それが住人にとって危険だ、危険を放置している、マンションが崩れてすぐ横を走っている福知山線の事故があったら二次災害が起こるであろうとか、もうむちゃくちゃなことばっかり書いてます。それで裁判になったんだけども、それでもう一つ金の問題があります。お金を貸してたんですね。私が元妻のお父さんにお金を1000万円と200万円合わせて1200万円貸してたんですけれども、それを元妻の兄はそんな金は知らないと言うんですよ。それでもうでっち上げや言うで、借用書、200万の借用書に関しては署名もないと。だからもう名前まで印刷してやって、それで反抗してるだけやと。だから偽造して、池上が偽造してるんじゃないかなんてのはバカなことを言ってます。そういうのがもういっぱいあるんです。もう嘘ばっかりです。それでけしからんと思うんだけれども、もう一つけしからんのが裁判所です。いろいろ昔から刑事裁判でもいまだに冤罪なんてしょっちゅうあるし、日本の裁判所はひどいなとは思ってたんだけれども、自分が裁判やってみてほんまにひどいと思います。刑事裁判もひどいし、家事裁判、家庭裁判所の裁判なんかもまともな判決が出てる方が少ない、もうわずかだと思います。もうむちゃくちゃな、もう裁判所の都合で判決出してるみたいな
アホみたいな前例主義反例主義、全く今の日本の裁判所はひどすぎます。で民事がまだ一番マシかなと思ってたんだけども、民事でもひどいです。だからもうまともにその当事者のために裁判をやっているとは言えないと思います。裁判官のための裁判をやってるっていうつもりなんかなと思います。だから今のその元妻の兄との裁判でももう1年もう2年ぐらい経つんだけれども、1年ぐらい経った時にまず弁護士から言われたのは、裁判官がもうそろそろ結審方向でと言っているので、これからはもう主張も出しませんと、それから証拠も出しませんと言ったんですよ。もうびっくりですよ。だから1年経った段階でもう体制が見えてるんだったらまだしも、もう全然むちゃくちゃなんですよ。向こうは嘘ばっかりやし、そやけど相手の嘘を証明するのも大変なんですよ。もう向こうは気軽に嘘を言えばええんかもしれんけど、こっちは一つ一つの嘘発言に対してこれこういう証拠がありますよって言って、相手が言ってることは嘘ですよって出していくんですよ。それで時間かかるし、その反論も主張も長くなるし、そういうことをやってる段階で、だから全然見えないだろう、まだまだ裁判官の立場からすればって思ってる時に結審方向でっていうのが考えられません。だから私が想像してるのは、もう全部一律そういうふうにしてるんやと思います。民事裁判で1年以上かかるもんは全部結審方向でって言って、もう言うなって、もう聞かへんと、証拠も出すなって、そんなバカな話あります？だからそんなむちゃくちゃな国、むちゃくちゃな裁判をやっている、それが日本の実態だと思います。それに弁護士も合わせてしまって、裁判官とお友達で仲良くしたら後々メリットがあるんかなんか知りませんが、皆さん傍聴に行ってください。傍聴して裁判が正しく行われているか監視してください。それが私からのお願いです。ひどい裁判があったら傍聴人であっても文句を言っていいと思います。そういう経験が日本の裁判官にはないんだと思います。三権分立の三権のうちの一つです、裁判権というのは。その権力を行使しているやつらが何をやってるか、もっと監視しないとダメだと思います。裁判官があまりにもひどすぎる。この前検察庁法改正で抗議が殺到したという話がありましたけれども、検察庁もひどい、検察もひどいけど、警察もひどい、検察もひどいけれども裁判所もひどいです。私は警察、検察、裁判所のことを悪の枢軸と呼んでいます。アクシス・オブ・イーブルです。ほんまに悪の枢軸、この3つを徹底的にもう情報開示をするべきだと思う。だからみんなで傍聴に行って、こういう裁判あったと、傍聴しましたと、これはひどすぎるんじゃないですかっていうことを情報発信していただきたいと思います。以上です。ありがとうございます。さよなら。